こんにちは、MD ジャックです。今年の冬は寒く感じますが、皆さんはいかがでしょうか？こんにちは、あいです。これ以上寒くなると思うと、外に出たくなくなります。さて今回は、IKKOのダイナミックドライバーモデル OH2 です。ちょっと待った。これはアイコーって読んでね。アイコーオーディオね。あ、そうでした。ついこのスペルだと間違えちゃいます。どんだけ。なんだよ、それが言いたかったんかい。愛ちゃん生まれる前の流行語じゃない？知ってるの？幼稚園でよく言ってましたよ。はい、では訂正して、アイコーオーディオの OH2 です。写真だと大きさが伝わりにくいんですけど、小ぶりで厚みもなく、デザインはトライアングル。パープルの部分は金属製、透明部分がポリカーボネート素材です。MMCX 接続で個性的なモデルですね。箱にも遊び心があって、このお姉さん、なんとマグネットになっていて、取れるんですよ。面白いよね。思わず動画撮っちゃったもの。付属品に MMCX ケーブル取り外しツールが付属しているのもいいよね。使ってみたけど簡単に脱着できる。ジャックさん、以前 MMCX ケーブル壊してましたからね。そうなんだよ、覚えてたか。ケーブル2本ダメにしたっけ？あと、アイコーオーディオではイヤーピースも販売していて、付属している低反発タイプは多分アイプラネットフォームチップっていうやつがバンドリされてる。これは薄型なので TWS にも使えるね。もう一つのイヤピは楕円形のノズルに合わせた形で、しかもアシンメトリータイプだし、大きいサイズはちょっと見たことない感じで、つけてみたけど、私には全然合わんかった。ノズルは楕円形だけど、手持ちの丸型のイヤピは問題なく使えたから、特に気にしなくてもいいと思う。楕円形のノズルデザインは耳の圧力を下げるのに効果的だそうで、長時間着用した後の痛みから解放されるとのこと。TWS のノズルも最近楕円形が増えているように思うけど、楕円形でノズルが短い TWS はイヤピを付属以外のものに変える自由度が損なわれるので使いづらいんだけど、 OH2 は TWS のノズルに比べ長いので特に使いづらさも感じなかったね。小型のボディだけど、この限られたスペースで音量、反射、拡散角度などをアイコー特許技術の SVAS にて精巧に計算され設計されており、ドライバーユニットの性能を最大限に引き出すとのこと。ダイナミックドライバーはデポジテッドカーボンダイナミックユニッツで、ダイナミックドライバーらしい温かみのあるサウンドに加えレスポンスも良く、低域から高域までしっかりと鳴らせるタイトで安定したドライバーユニット。音の第一印象はちょっと重心が低めだけど癖がなく高域も刺さらず、温かみのあるという表現がぴったりだなと感じたね。MMCX タイプの 3.5mm アンバランスケーブルは細めて取り回ししやすく、タッチノイズも気になりませんでした。アイコーオーディオではアップグレードケーブルも販売しているのでチェックしてみてください。説明欄にリンクを貼っておきます。カラー設定は5色。愛はホワイトかパープルが好きかな。小さめなボディで装着感もバッチリだったんですけど、ミミーちゃんの解説も聞いてみたいな。愛の感想の通りで小さいので自然な装着感で、薄型なので寝本もできそう。MMCX で接合部が回転するからちょっと角度が変化してもケーブルに引っ張られることもないし。ところでミミーちゃん、頼んでおいたイヤピの測定はどうだった？音質比較動画でどのイヤピを使うか迷ったんだけど。今回測定したのは5種類で、傾向としては大きく2つに分かれた感じね。傾向1は、ファイナル E タイプとセドナイヤーフィットビビットで、ファイナル E で聞いてみると、もうちょっと小域が欲しいなと思ったので、ビビットで聞いてみたのね。6kHz 付近の減衰が少ない分、ちょっといい感じにはなったけど、まだ足りないかなという感じ。で、傾向2は、付属の2種類のイヤピで、サイズはこれとこれ。こっちの方が小域ははっきりして、バランスよく聞けたのね。それに、セドナイヤーフィットライトを足したのがこれ。楕円形のステムに対して、つけた感じはちょっと緩いけど、抜けたりはしないので、実用できた。付属イヤピとほぼ同じカーブで、さらに 10kHz 付近の減衰が少なめなのと、セドナイヤーフィットライトの形状の特徴で、鼓膜からの距離を少し稼げるので、ほんのちょっとだけど臨場感も増した感じになったような気がしたよ。傾向1を重ねてみると、傾向2は1から 2.5kHz あたりがちょっと減衰してメリハリがついた感じになってるのと、6kHz 付近の減衰が少なめ。そして広域のピークは少し前にずれるけど、傾向2のピークレベル自体も傾向1より増しているし、低域に対してのバランスもこの方が耳には良い感じだと思ったよ。なので、イヤピで広域の調整をしたい場合は、付属のイヤピか、セドナイヤーフィットライトがいいんじゃないかなって思ったよ。なるほど、ミミーちゃんさすがだね。じゃあ今回の音質比較動画のイヤピはセドナイヤーフィットライトで収録することにしよう。そうだね、それがいいね。その後もう一度検討した結果、今回は他のモデルとの比較をせず、セトナとファイナル E のイヤピの特性の違いを比較してみようということになりました。では音質比較動画です。And now sundress seasons got me all up in my feelings about the old days. I've got the summertime blues and thinking of you, and thinking of you.
すでに前半で波形をたっぷりご覧いただいていますが、音質比較動画ではこの2つのイヤピでの比較になりました。付属の2種類のイヤピの特性は瀬戸内エアフィットライトとほぼ同じなので、メーカーさんの音質の狙いはライトクレーンで表示した波形なのだろうと思います。それを前提で見てみると、ファイナル E タイプの方は質感がちょっと丸くなりすぎる感じで、具体的には1から 2kHz の帯域の減衰が少なく、逆に 6kHz 付近の帯域は減衰が大きく、8kHz 付近はもう少し出てほしいかなという印象でした。ジャックさん的にはどうですか？愛ちゃんとほぼ同じ印象だよ。ここからはライトグリーンの波形のみで見てみようか。改めて見ると低域が突出しているわけでもないけど、中低域はあまり減衰しないので、レオトは少し太めに感じるね。中高域から高域もあまり突出したピークというわけでもないので、トータルバランスが保たれていて、大きな特徴がないのが特徴という感じ。この波形だけだといまいち分かりづらいので、例えばこんな波形を重ねてみた。これは TFZ のダイナミックドライバーモデルナンバー3の波形ね。低域がドーンと出て、低中域から中域は減衰、8kHz 付近の高域は突出とかなりのメリハリがあり、これと比較すると OH2 はレベルの高低差も少なく、おとなしい感じだと思わない？そうですね、そう思います。一方、ナンバー3は音圧もあってとても元気のいい音だね。OH2 はどの帯域もしっかり出るけど、トータルではマイルドっぽい優等生って感じね。改造感とか分離感っていう部分では、ダイナミックドライバーモデルの中でもまろやかな部類に入りそう。ただ、とても馴染みやすい音に感じたね。この帯域を少し EQ で削ると、全体的に軽めになり、明るい傾向が増すのでお好みで、という感じ。そうだよね。なので、モニターライクの改造感抜群でシャキシャキした感じがお好きな方や、KZ 系のドンシャリサウンドがお好きな方には、ちょっと合わないかなと思います。アイコーオーディオ OH2 は小さく個性的なボディにまとめられており、そのサウンドはどちらかといえば温かめの質感と言えるモデルです。極端なチューニングではないので馴染みやすく、価格帯としては1万円弱ぐらいなので、中華イヤホンに少し慣れてきた方が入手するのにいい感じのモデルではないでしょうか。これは買わなくちゃ。ジャックさんがパープルだからホワイトを注文しよっと。愛は今年何本イヤホン買ったの？いっぱい。後で数えたら、イヤホン沼へ招待したのは私なんだけどね。いいの。可愛くて綺麗なイヤホンに囲まれていたいから。ということで、アイコーオーディオ OH2 のレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形た言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。